今回の動画は夏の景色を楽しみながらのんびりとドライブして皆さんをひまわり畑へご案内してフランスのレシピを参考にメロンのガスパチョを作ってみる様子をお届けします。今、車の窓から見えている丘の向こうまで続く黄緑色の低木はブドウの木です。私の住むエリアはワインの生産が盛んなため、このようにブドウ畑がどこまでも広がっています。そして15分ほどドライブすると景色は一変します。今回は森の中を通り、トンネルを抜けて、まだ行ったことがない小さな道を進みながら、ひまわり畑を探してみましょう。このエリアではひまわり、トウモロコシ、小麦、大麦などが栽培されていて、毎年ひまわり畑の場所が少しずつ変わります。そのため今回のように大きいひまわり畑を探しながら行ったことのない小さい村にドライブするのも夏の楽しみの一つです。この丘の上にある小さな村に車を止めて辺りを散策してみましょう。数軒ほどしか家がないようなとても小さい村でしたが、どの家も美しい石造りの家で年代が感じられるものばかりでした。特にこちらのお家はあふれるばかりのお花がとっても素敵に植えられていました。さて、いよいよひまわり畑に着きました。
フランスの田舎のひまわり畑、いかがでしたか？見渡す限り、車もほとんど通らない静かな場所で、まるでひまわり畑を独り占めしているかのような気分になりました。また来年も楽しみです。最近、いつも行くスーパーで雑誌をいただきました。生鮮食品がたくさん置かれているスーパーのため、季節の野菜の生産者特集のページや旬のレシピなどがあり、写真も美しくてとっても気に入っています。さて、そのページの中にメロンは前菜かデザートかというものがありました。言われてみれば、フランスでメロンのレシピを検索すると、生ハムやチーズ、魚介類などと一緒に食べる前菜で使われているものが多いように感じます。今回はこのスーパーマーケットのネットのページにあったメロンのガスパチョを作ってみます。レシピのリンクは概要欄に貼っておきます。メロン約 200g を使います。パンを入れるのには驚きましたが、ジュース感が出ないようにするためのようです。バジルの葉5枚、砂糖小さじ1弱を入れます。砂糖はメロンが甘い場合、必要ない気がしました。オリーブオイル大さじ1、リンゴ酢をシェリー酢の代わりに大さじ1入れ、塩コショウして、あとはブレンダーで混ぜます。冷蔵庫で冷やして出来上がりです。味はバジルがさっぱりして美味しかったですが、やはり私はデザートとしてのメロンが好きかなと思いました。生ハムメロンが好きな方は好きな味だと思います。私が好きなメロンデザートのレシピはタルトです。以前紹介したいちごのタルトと同じ土台とクリームを使います。ちなみにタルト生地は前回作ってみて少し甘く感じたので、レシピのグラニュー糖の量を 20g 減らして作りました。こちらのタルトはメロンをデザートとして食べないフランス人の方にも気に入っていただけました。皆さんはメロンはどのようにして食べるのがお好きですか？ぜひコメントでおすすめのレシピなどありましたら教えてください。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。